こんにちは。いかがお過ごしですか？本日は今回のヨーロッパ旅行での購入品を紹介します。でですね、ロサンゼルスにいるとそんなに湧いてこない物欲が不思議と炸裂してしまうヨーロッパ。もうね、特にパリですね。で、見てください。今回はオレンジの配色率が高めになっております。それでは早速今回のヨーロッパ旅行での購入品をどんどん紹介していきます。どうぞ。まずこちらは定番のパリ土産の一つ、モノプリのエコバッグです。今回は特にこのエッフェル塔柄のエコバッグが気に入っています。価格も 1.5 ユーロから 1.8 ユーロと良心的です。はい、そしてもう一つのモノプリでの購入品がこちらです。こちらのバッグですね。結構大きめですよね。パッドが入っていて結構しっかりしていて32、3ユーロぐらいだったんですけど、どうして今回このバッグを買ったかというと、ケリーが入るからです。基本的に私はエルメスのバッグとか、シャネルのバッグなんかは機内持ち込み用の荷物に入れて移動するんですけど、ロサンゼルスとかこのパリとかこの大きい空港だと通常持っている機内持ち込み用のスーツケースで大丈夫なんですけど、今回、バルセロナとフィレンツェに行った時に飛行機が小さくて私が持っている機内持ち込み用のスーツケースがアウトだったんですよ。なので今回このバッグですね、もう緊急的に購入してケリーを入れましたということで皆さんお気をつけください。そういうことがあるみたい。やっぱりヨーロッパに住んでないのでね、私はそういうことを知りませんでした。でね、もしほらロストラゲッジとかになったら心配なので、その辺も含めて今回そういうことを学びました。皆さんもお気をつけください。それでは次に行きます。こちらは前回の一人旅でとても気に入ってリピート買いをしたクリスティーヌ・フェルベールのジャムと大好きなボルディエの海藻バターです。これでしばらくはオフランスの味をロサンゼルスで堪能します。こちらは2000年にフランス最優秀職人賞を受賞したショコラティエ、パトリック・ロジェでの購入品です。今回私たちが購入したのはパトリック・ロジェの代表作と言われている半球型のドームアソート、アマゾン、ミストラル、アベイユの3種類が入っています。食べるのがもったいないぐらい美しいです。それでは早速チョコレートを試食してみようと思います。楽しみだね。そうさっきもお見せしたんですが、こういうプロテクションがついてます。とにかく多分すごく繊細で薄いチョコレートでコーティングをされているので、こういうプロテクションがついています。それでは早速 Which color you want? I want to try the red one. Okay. 見て両手ボースハンドだったよじゃあ私は黄色いきます。はい、じゃあちょっと見せよう。みんなにお見せしますじゃあいただきます。いただきます。鳥肌が立った。ありがとうグース。なんかすごく薄いチョコレートの中からキャラメルが溢れ出る感じ。すごく新感覚ですね。とっても贅沢。デビッドはどう？ Smooth dark chocolate flavor with creamy liquidy caramel. Rich but not overwhelming, right? It tastes almost like liqueur inside. It's so smooth. I want another one now. ダメというわけで
まあね、ちょっとお高めのチョコレートなので、いつもは食べられないけど頑張った自分へのご褒美や、特別な人へのギフト、そしてフランスのお土産にもちょうどいいと思います。なのでおすすめです。 France and Japan have the best souvenir gifts. だそうです。次行きます。こちらはバンドームで撮影を終えた後に、吸い込まれるようにして入ったカルティエで購入したものです。なんか実は数ヶ月前に私は誕生日だったんですけど、なんかその時にあんまり欲しいものがなくて、今回、バンドームのカルティエに行った時にちょっと気になる時計をいくつかトライしましたが、なんかね、あんまりちょっとしっくりくるものがなくて、今回は予定外にこちらを購入しました。ということで開封していきます。今回私が購入したのはカルティエのラブモデルのウェディングリングです。太めのリングもありましたが、今回は細い方のモデルを選びました。ファッションリングの普段使いとして中指や人差し指に合わせて購入しました。はい、お次はこちらディオールですね。ちょっとまずこれ見てください。めちゃくちゃ可愛くないですか？今回ディオールギャラリーにも行くし、でクルージングディナーにも行くと思ってフラッと立ち寄ったディオールでデビッドがプレゼントしてくれました。デビッドありがとう。どういたしまして。というわけで早速開封していきます。かわいいですね。いきます。こちらはディオールのコスチュームジュエリーです。この小ぶりな感じがとても可愛いですね。つけるとこんな感じで小ぶりで上品に見えるのが気に入っています。こちらのレザージャケットは今回のヴィンテージショップ巡りの動画を見ていただいた方はご存知、マレ地区をふらついている時に見つけたヴィンテージストアで運命的な出会いをして購入しました。ヴィンテージストアって素敵なものがたくさんありますが、サイズを見つけるのが結構大変で、こちらのジャケットはもう一目惚れもそうでしたし、サイズがジャストフィットでもう運命を感じて購入しました。パリは素敵なヴィンテージストアがたくさんありますので、皆さんももし行かれた際にはヴィンテージショッピングを楽しんでみてください。残すはオレンジ一色になりました。それではエルメスのコーナーに入ります。まずはじめにこの一番小さいバッグから、こちらはバルセロナのエルメスでの唯一の購入品です。開封します。もう箱を見てお分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、こちらはツイリーですね。私結構このエルメスのねキャラメル色が大好きで、パリで全然見かけなくて、これを見た時に即決で購入しました。巻いてみよう。まあこういう感じですね。
Hi everyone, here's what I got in Europe. When we visited the Barcelona store, the sales associate told us that they were sold out. But when we went back to Paris and visited the Georges V store, we saw the same item. It was available. The sales associate told us it's a popular men's item, but also women like it too and buy it for themselves. Let's unbox it and see what it is.残り2つとなりました。それではこちらの小さい方のバッグから開けていこうと思います。こちらははい、こちらは春夏用にグリーンのスカーフを購入しました。デザインも可愛くてクラシックカー好きのデビッドも納得のスカーフです。はい、今ちょっと鏡も見ずにね適当に巻いたのでどうなってるのかちょっとあんまり自分でも分かってないんですけど、こんな感じですね。なんか今年はデニムが来ると思っているので、白い T シャツとデニムのジャケットを着た日に合わせてみたいと思います。はい、それでは今回の旅行の最後のオレンジのバッグになります。早速開封していきます。見ての通り今回のラスボス的なアイテムでございます。はい、で今回私が購入したのはバーキン25センチトゴレザーのお色味がキャバンという2022年秋冬の新作になります。そしてゴールド金具ですね。で今回このバッグに関しては別動画で詳しくお話ししているので、もし興味がある方はそちらをご覧ください。そしてですね、こちらにもう一つ箱があるんですけど、ちょっとこれは大切な人へのギフトなので開けることができません。ということで以上がですね、私たちの今回のヨーロッパ旅行での購入品紹介でした。冒頭でもお話ししましたが、ロサンゼルスにいるとあまり湧いてこない物欲が自然と湧いてきてしまうパリ。なんか本当に街も人もおしゃれで、すぐ買い物スイッチが入ってしまって大変でした。というわけで今日の動画が面白いと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ここまで見ていただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。